今日はですね、先日も解説したすき家がですね、また東京の小島店ですかね、そちらの方で害虫が牛丼に混入していたという発表をして、それに伴ってですね、先日の鳥取のお店のですね、ネズミの混入なんていう事件もあったわけで、相次ぐ異物混入の事態を重く見てですね、3月31日から4月の4日までですね、一部ショッピングモールに入っている店舗を除くすき家全店舗でですね、衛生状態だったりとか異物混入のですね、再発防止策を講じるために、なんとですね、5日間ですかね、全店休業するということで、異物混入受けてですね、ほぼ全店舗でですね、営業をストップするということで、これ企業としてはですね、いい姿勢を見せたんじゃないかなと思います。実際のところこれだけの間ですね、店舗閉鎖すると売り上げが減ってですね、4月のですね、売り上げかなり減ることになると思いますけれども、一時的な、減りになってですね、さらにですね、誠実な姿勢を見せたということで評価も上がるんじゃないかなと思いますので、4月の売り上げが多少減ったり、通期の売り上げがですね、減ることがあってもですね、私は株式市場的にはもしかしたら反応するかもしれないですけれども、明日以降ですね、月曜日からのですね、ということで、すき家の株価、いってらっしゃい。全商のね、運営するすき家という牛丼チェーン店、もう全国2600店舗もあるらしいんですけれども、こちらの方でですね、ネズミが混入するという味噌汁ですかね。ネズミが混入しているという写真ちょっと見たんですけど、すごい衝撃的な、みたいな写真だったんですけども、本当大丈夫なのかなと思いましたが、いろいろオペレーションとかですね、に問題が、チェックがね、ちょっと行き届かなかったとかですね、いろいろあると思うんですけれども、ネズミが多分鍋に入っちゃったんでしょうね。すき家ね、空中階じゃなくて大体地上階1階か2階にあるところがほとんどだと思いますので、いるよね、ネズミは。本当に。どんだけ衛生管理気をつけていてもですね、ネズミってね、出没しがちというか、古いビルであればあるほどそうなんですけれども、知らないうちに壁に亀裂が入っていてそこからネズミが侵入してたとかですね。ゴキブリもそうなんですけれども、かなりその掃除とか行き届いた形にしていたとしてもですね、なかなかネズミが完全にいなくなるって難しいですよね。特に最近ネズミ増えてきてるような感じがします。東京の都心でもですね、夜中とかにすごい丸々と太ったネズミを見かけたりとかすること結構あります。うわ、ネズミでかっみたいな感じで、そういったものがいるのはね、ある意味、仕方がない部分もあるんですけれども、すき家もですね、いろんな問題これまでもありましたけれども、さすがね、でっかい会社だけあってですね、リカバリーもしっかりしていて、ワンオペ批判があった時もですね、即座に対応しておりましたし、僕実はですね、この前商の小川会長、25年ぐらい前に会ったことあるんですよね。当時、メリルリンチ証券の営業さんが、そういった社長営業みたいなのを専門にする方がですね、なぜか前商の小川会長を紹介してくれて、多分、うちの会社への投資、株式の投資を促していた件だと思うんですけれども、いきなりですね、僕一応、東大出身の飲食経営者ってすごく珍しくて、すごい先輩面をされたというかですね、結構体育会系の背も高くて、がっしりした体格の方で、僕いきなり腹パン食らわされて、いきなりグーパンチで腹パン食らわせられてすっげえなこの人って思った思い出がありますけど、それからのやっぱり前商の快進撃を外食日本一になったわけですけれども、1兆円超えもうすぐ、もう超えたのかねということで、当時はまだそこまで1000億2000億ぐらいの会社だったと思うんですけど、日本の外食で初めて1兆円超えたということで、さすがにね、すごいなと。もうそのたんびに、前商のニュースが出るたんびに、ストロングスタイル経営の小川会長を思い出してですね、あの人だったらやりかねんみたいなことが次々と出てきて、絶対こんなことではへこたれないんだろうな。社長のキャラクターっていうのは、こういうピンチの時にやっぱ出やすいっていうか、会長は絶対すぐに対策してきて、ゴリゴリにまた改革進めんだろうなって思うから、なんていうのかな。しかもそこにコストをかけすぎないっていうかね。以前、ペヤングにゴキブリが混入した問題ってあったんですけど、後ですね、会社はすごくて、そこも僕実は社長さんお会いしたことあるんだけど、すべてのプロセスにハイスピードカメラ入れて、絶対ゴキブリ混入してませんよと。万が一クレームあったら、一つ一つに番号がついてて、その番号を入れると、すべてトレーサビリティで、すべてのプロセスに、そういったゴキブリが混入したりとかしてないことを証明するための履歴を全部保管するキーエンスっていう会社に頼んで、めちゃくちゃ金かけて、しかも LINE1 年半ぐらい止めたんだっけな。それでもビクともしないっていうね。
あの人はあの人ですごく剛腕経営者なんだけど、逆に非上場で、そうやって1年半かけて、がっちり対策をするペヤングと、コストとパフォーマンスのバランスで、きっちり経営していくっていう、損も出さない、みたいなですね、前哨の小川会長スタイルと、見てるとですね、株価がね、一時的に下がったなんていう話がありますけど、本当に逆に買い時だなっていうふうに僕なんか思っちゃったりする。先日のあれもそうですよね、角川のハッカーにデータ抜かれちゃった問題。あれも身代金要求されたりとか散々な目にあったわけですけど、あれも一時的な多分損失で、株価回復するだろうなと思って底値で買ったらやっぱり株価回復する。やっぱそこも夏野さんっていう社長をよく知ってるんで、彼が抜かりない対策をしてくるだろうなってことも分かってるから、それがゆえにですね、株式を買うことができる。やっぱ経営者に実際に会ってお話を聞くってのはすごく大事なことなんだなと。だから、株主総会とかね、行くチャンスだったらぜひ行ってみたらいいんじゃないかなと思います。フジテレビの株はですね、まだ権利落ちしてないはずなんで、それまでに買えば、フジテレビの株主総会、100株以上持ってるとですね、いけるみたいなんで、ぜひ、株主総会に行ってらっしゃい。